一個一個やるんかじゃあ。ビビって誰もヘルプつからんで、じゃあ直さんのじゃあ良さ誰もじゃあ分かるんかって。お前が俺のことで語んなよ、お前。認めてないよ俺はお前は。みんな将来何もなくなるぜ。だっちゃあかね、結局俺らの意見なんて何も聞かないじゃないですか。そうやってじゃあ俺らの意見でどこに行くんですか。またもや平行線に終わった芝の店舗改革へ向けた会議。最初は正直来たくなかった。やってくんなよ。芝に来ても逃げんだろ。いや直さんの席つきたいなと思って。お前がつけてないんだ。旧ミスト派の圧の強さに葵や伊代の移籍組は屈していた。お疲れ様です。あとです。移籍3人がしたと思うんですけど、どのような影響を芝にもたらしてますか。今までミストの中でしかなかった情報で彼らは動いていたんですよ、正直言えば。リニオンがこう登っていた軌跡をわからないんですよ。リターがあれだけバーンって売り上げ上げる世界線とかわからないんです。キャストの思考だったりお客様に対しての表現だったりそういうのもわからないんですよ。だから閉鎖的なんですよね。そこを新しい情報をこの芝に取り入れることができたんで、旧ミストの男の子たちも視野が広がってると思ってます。オーディションで入った男の子たちも視野が広がってると思ってます。そもそもがオーディションで入ったタイミングとほぼ同期みたいな感じで入ってるんで、その士気が下がってから士気バッて上がった。インタビュー中にグラスの割れる音と怒号が響き、軍神はすぐさま駆け寄る。やるんかじゃ。どうしたどうした。やんのかじゃそれよ。じゃあそれじゃビビって誰もヘルプつからんで、じゃあ直さんのじゃあ良さ誰もじゃあ分かるんかって。もともといい人間しか分からんじゃから、じゃあやるんかそれよ。お前が俺のことで語んなよ、お前。語ってないっすよ。じゃあつくなよ、お前。ヘルプに。いいよ邪魔なんだよ、お前。いいよじゃない。いいよじゃないです。いや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 今それで話してしょうがないから。じゃあそれ誰が新人が作るのっすか。いいから今じゃねえから。好きになる時じゃあ来る人間に対してじゃあ全部拒むんすか。いいから一回スーミーって。分かるっしょじゃあ。いいからスーミー分かるっしょ。軍神が来ても一向に鈴海の怒りが収まる気配はない。理由を聞くため一旦両者を引き離すことに。それは営業中に遡る。おです。さあ行きますか。そしたらはい生田さんのところに行こうかなって思ってます。はい、仲良くなりたいじゃないですけど、まあ自分から関わりに行ってヘルプされたらやっぱり自分でも嬉しいと思ってるんで、だから行きます。はい、それです。失礼します。いいですか、ご一緒しても。鈴見司です。お願いします。お願いします。しかし鈴海は全く話に入ることができないまま時間は過ぎていく。全然話入ってこない。いやいや、僕の知らないところの話じゃあ入っていっても浅はかじゃないかってなっちゃう嫌なんで見てたっていうことですよ。はい、千葉変えますって言って入ってきてるから、もっとノリよくガンガン来てくれるのかなと思ったけど、あんま話せないし。ここはでもだってあれじゃないですか、ゆきとさんの卓じゃないですか。俺がミスト変えるとか言ったところで、ここはここなんで。何で変えようと思って入ってきてるの。俺らは散々変えようって努力したところを何も知らずにいきなり入ってきて仕事もできない、認めてないよ俺はお前のこと。その後も積極的にヘルプや初回につくも思うように進まない鈴海は自ら軍神のもとへ行き助けを求める。なんかやっぱりまだ入って間もないかもしれないですけど、だからこそ自分の雰囲気で卓をやるじゃないですか。攻められる感が強すぎてウェルカムにしてほしいってわけじゃないですけど、結構イライラしてて、ヘルプつきたいからヘルプってつくじゃないですか。つきたくもねえなって思ってきて。それでもさ、向かい合うのは俺らじゃん。何かを求めてるからイライラするわけじゃん。逆にそれでイライラするってことは、これつきたいからっていうよりついて何かが得たいから欲しいからつこうとしてるわけでしょ。そうじゃないと俺ら自的な思考を持ってさ、お前やりつけんのが俺のやりたいやるけどね、これすでにこう来たんだからだからもういいんだよ。軍神からの助言を得た鈴海の思考に変化は見えるのだろうか。失礼します。こんにちは。ご一緒していいですか。いいですか。
ざいます。そうですか、そうです。ありがとうございます。かけてくる。俺つけないね。なんでついた？つきたいからです。それはもうそれしかないです。自分は。はい。お前と仲良くないやん。奈緒さんのとこについてやっぱ仲良くなりたいってあるんで。お前みたいな芋が好きでいってまだ欲しいなお前は。え芋集団やんあいつら。芋折り集団。突然変異してる芋もいるかもしれないですか。パリピの芋になるかもしれないですか。土の中から掘って食べてみないと分かんないじゃないですでも折りたいと思われてないからなお前は。か。なんでなんですか、そこは。掘ってください、それは。大丈夫くそもないっしょ。もう自分が向こうの立場になった瞬間にじゃあ同じことするかと絶対しないし、警戒心持たれてるんだろうなってめっちゃ思うっす。軍神の犬ってもう思われてもしゃあないんですよね。自分が想像してた以上にここまで言われるのはクソだるいと思って。姫がいる前だからこそ俺も苛立ちを出すわけじゃないし、思ってることをはっきり言ってもらいたいですね。ちょっとまあ気に食わなかったですよね。まあ結構もう鈴海の苛立ちはとうに限界を迎えていた。そしておはようございます。そうです。ちょっといいですか。どうぞいいですか。ちょっといいですか。ヘルプついた時に僕が悪かったら言ってほしかったんですけど、ヘイメイがおる時に言われるのは違うんじゃないかなって思っちゃって。こっちは仲良くしたくて言ってるのに。お前と仲良くなりたくないし、別のとこ付き合え。爆撃量までも呼んでこいよ普通に。野球不足お前じゃ邪魔。いきなりだから仲良くしたいなと思ってないですけど。じゃあつくねや。全員思ってんだよお前らに対して。リリオンから来たやつにもリタから来たやつは思ってんだよ。ヘルプできねえだろうがよお前は。リタでもできたんかお前は。なんですかじゃあヘルプができるってじゃあ理由は。あできてねえから言ってんだろ。こっちの方が恐れ気もないし、お前の方がお前が雑魚がよお前ほんま。じゃあどんだけの売り上げが出たからこっちがやってきたんやお前。売り上げじゃけでじゃあ見るんですか。じゃあそれは違うじゃん。じゃあ何を持ってからホストなんやお前は。一方的に罵声を浴びせられる鈴海言にってみろよ。さらなる逆風が吹き荒れる。学びたいからいろいろついてじゃないですか。お前鈴海やめろ。お前が間違えてるよ。お前がいや間違ってないです別に。お前が間違えてる。間違ってないです。じゃあ間違ってないんかお前は。受け入れてねえよお前のこと。別に受け入れてほしいとか関係ないです。どうでもいいです。それで今直人に噛みつくのやめない。どうでもいいです。なんでこんな自分がつきたいとこ行ってじゃあお前が何をいられって言われてんだべ結果的に。いいって直人つかなくていいっつってんだべ。いられんの。後から入ってきたせいだろお前ら。じゃあ後から入ってきた人間はどうでもいいんですね。こっちの都に入ってきたのがこっちをルールにしたからじゃねえか。そして鈴海の堪忍袋の尾が切れる。いやこっちだって我慢してきたっすけど、それ以上言えたらクソイライラするっすわ。じゃあ誰だお前は。別に鈴海つかさっす。それだけっすよ。刺した。だからいきなりゴミとか言われたって気悪いこっちじゃないですか。じゃあエレプつかんで、普通にわざわざお前邪魔だからいちいちエレプに対して言ってくるな。お前が別にお前じゃあ一個一個じゃあやるんかそれを。一個一個やるんかじゃあ。これが鈴海の怒りによる分かるっしょ。いや喧嘩勃発の全てである。落ち着けって。どうした？もう喧嘩したわけ来たわけじゃないのに、いきなりじゃあ全員否定で来られるのきしょいし。感情のスイッチがパーンと入ってあんだけ声荒げて怒鳴ったのは鈴海の本気の熱意があるからだと俺は思ってるよ。ただここにある熱意をね、鈴海の中にある熱意をね伝える言葉に変えて伝えなかったら人は動かないんだって。俺らは今ここにぶつかりに来てんじゃないんだよ。巻き込みに来てんの。鈴海がリタで学んだ、龍馬から学んだ、仲間から学んだいろんなことを相手にぶつけるんじゃなくて、その世界線が幸せなんだから巻き込みに来てんだよ。感情原動力だから。鈴海のエネルギーすごいじゃん今。売り上げどんぐらい水伸びてるし、それで何なの？感情じゃん。原動力なの。でも言葉って手段じゃん。その手段ミスっちゃダメよ。あんなと何散らして感情的に言ってじゃあ誰が動く？初対面から全否定されるの気悪いっすよ。ホスト業界来た時に全否定よ。俺が一番最初に言われた言葉、そんな簡単に売れませんよ。あんだけ初めて全否定されたの初めて。
うんしかも自分も知られてないし、うん逆に僕もまだ知れてないし、うんお互い知らない状態で全員否定されると、うん何かこうじゃあ特別な思いがあっても拒否じゃないですか。うんそれが俺は知りたかったけど言わなかったし、うんで今それじゃあ五木さんの犬とか言われてるんですけど、うん別に犬で食うんやけどこの島で仕事してないし、勝手ななんか自分なんか返してきてここに言ってきて俺気悪いし、いつじゃあこれまとまるんですか。まとまるから大丈夫。包み込んでやればいいよ。全部ずっと包み込め。ずっともう何をあれようが引っ叩かれようが殴られようがでも包み込むのよ。はい、俺お前のこと好きだよって。今日みたいなことがあってもじゃあずっと大変なんですか。ヘイトがあるのは当たり前だし認めてもらえないのも当たり前なの。そんなでもそいつらのためにやってんだからそれがそれなら何言われるか関係ない。俺は抱きしめてやろうと思ってんの。鈴海の今思いはすげえかっこいいし素敵だからそれを形にしてほしい。思いだけぶつけ合っても結局形にはならないから形にする努力をしていくのよ。それいつか伝わって鈴海には周りにはたくさんの人がいて俺鈴海のこと好きだよって言ってくれるほとんどになるから鈴海なら大丈夫できる OK 頼むよ。利他的な思考であっても感情任せの言葉では相手には伝わらない。軍神はそう鈴海に伝えようとしていた。一方直人の言い分は同じお店なのも嫌だって勝手についてこっちは仲良くなりたくないのになんでこうやってやってきたんですか知らんしじゃあ戻ればみたいなリリオにそこはちょっともうちょっと受け入れてあげてもいいですね。芝の従業員として認めないからブレることはなかった。それは怒るだろうなと思ってましたんで結構鈴海って伝えるのがうまくないんでそれでいつかこうやってぶつかるだろうなってもう鈴海もすごい今耐えてる状態なんですよ。我慢して我慢して我慢して耐えてる状態なんで、いずれどっかでボーンって爆発するだろうなと思ってました。それで俺は呼んでるんでうちらがやらなきゃいけないのはじゃあそう言われたからイラッとしたりとか耐えるじゃないんですよ。耐える時点で負けてるんですよ。耐えじゃないよ。俺は攻めてんだよ。守りで攻めてんだから逆にそいつらを包み込んで巻き込んでいっていかないといけないよって。直人も湊もレイも熱量すごいじゃないですか。彼らの熱量がちゃんとした方向に向かった時めちゃくちゃ強いと思いますよ。多分鈴海がちゃんと俺がいつも伝えてる利他的本当に相手のためにやるんだよってところをちゃんともっと真に理解してやってたらもっと変わったと思います。でもいいです。これで気づいたと思うんで彼自身ももう伝えたんでいいお店になるんで見ててください。大丈夫です。俺はやると言ったらやるし味方なんか一人もいなかったんでホストの時はホストのプレイヤーの時は全部敵だったんで周りはみんな俺のこと敵だと思ってたけど俺は周りのやつのことを敵だと思ってなかったんでそういう思いを持ってればまず負けることはないです。はい。この度歌舞伎町 TV では YouTube の編集ディレクターを募集しております。共にこのホスト業界を盛り上げ動画を編集してくださる方を募集しております。そしてなんと今回事業拡大に伴い TikTok の編集ディレクターも募集しています。本気の情熱を持っている方ぜひお待ちしております。詳細は概要欄をご覧ください。